はい、こんにちは。うどんです。今回は、自作パソコンの拡張性をどうにかしましょうと。特にミニ ITX っていう、小さい拡張性の低いタイプの、マザーボードでも、どうにか拡張性を増やす方法はないかっていうことで、あれやこれやと試してみました。で、前回の動画で、Ryzen 7 Pro、4750G マシンを、ベンチ台に仮組みしましたので、このマシンで色々と作業してみようかと思います。というわけで、今回のお品書きですが、まずは Ryzen 7 Pro、4750G 周りのあれこれですが、拡張スロットにグラフィックボードを取り付けて、その性能なんかを検証しまして、で、ライザーケーブルっていうやつでグラフィックボードを取り付けた時に、速度低下とかあるのかどうかも調べてみました。で、次に、今回のメインですが、M.2 を、PCIe スロットへ変換するっていうケーブルを使って、動作確認や速度検証。で、さらにグラフィックボードを装着できるのかどうか、その場合のパフォーマンスはどうなるのっていう、ちょっと極物的なところも試してみます。で、第3の M.2 現ると。実はもう一つ M.2 スロットが隠されているらしいので、そちらも調べて、別のものに変更できるのか検証。といった感じとなっております。で、このうどんの機材部屋チャンネルでは、パソコンやカメラなどのレビューや DIY、分解なんかを動画にしてまして、で、最近は有益な情報とかをコメントでいただいたりもするので、ぜひコメント欄もご覧いただければと思います。で、あと、この動画がどこかに刺さっちゃいそうでしたら、チャンネル登録の方も何卒よろしくのほどを。で、今回いじくり回すマシンは、マザーボードが B550。で、CPU が Ryzen 7 Pro、4750G で、もともと GPU 内蔵なんですが、これとは別にグラフィックボードを取り付けて、で、9900K 搭載マシンにも同じグラボを取り付けて、比較してみようかと思います。で、まずはそれぞれに GeForce GTX 1660Ti を装着してテストしてみました。で、FF15 ベンチだと 4750G のスコアが若干落ちる感じで、で、Apex でのフレームレートの比較だと、あんまわからないんですが、こちらもやっぱ少し低いのかなといったところでした。で、Radeon Vega 64でも同じように比較してみましたが、結果の方はやっぱり同様といったところでした。で、あと FF15 ベンチを完走できないことが何度かありまして、どうやら例のメモリのオーバークロックが原因だったみたいです。少し速度を落としたら安定しました。で、Ryzen 7 Pro、4750G のオーバークロックも試してみました。で、AMD の公式スペック上は、できないっていうことなんですが、オーバークロックできたっていう人もいるみたいなんですよね。で、最初こちらもメモリのあれでうまくいきませんでしたが、なんかメモリが正常動作するようになってからいじくってみると、倍率や電圧なんかを変更して、4.5GHz までのオーバークロックでは、シネベンチ R15 を完走できました。で、また、ベースクロックの方も変更できましたが、なんか倍率の方で、4.4GHz になるように調整されてるような、なんかそんな気もしないでもないです。っていうか、CMOS クリアしないと BIOS が表示されなくなっちゃったり、最終的に BIOS アップデートせざるを得なくなったり、やったらめんどくさいことになるんで、オーバークロックはやめておきます。私はアンダークロッカーですし。で、ちなみに内蔵 GPU の方は、BIOS 上の数字は変更されますが、実際の動作には反映されないので、GPU のオーバークロックはできないみたいです。ただメモリの割り当て、VRAM の変更は可能でした。で、ライザーケーブルっていう、PCIe 拡張スロットを延長するケーブルがありまして、これはよく小さいケースなんかでグラボの取り付け位置を変更するのに、よく使われるやつなんですが、ノイズとかの影響を受けたりして、パフォーマンスの低下はあるのかなと、ちょっと気になったので調べてみました。が、ほとんど差はありませんでした。で、M.2 スロットを PCIe スロットへ変換するっていう、ちょっと際物のこちらのケーブルを装着して、動作検証していきたいと思います。で、そもそも M.2 って何なのってところなんですが、一般的な認識としては SSD を取り付けるところかと思うんですが、どうやら中身のデータ転送方法は、形こそ違いますが、
PCIe だったり、SATA だったり、USB だったりで、切り書きの位置とかで判別するみたいです。なので大雑把な話、形とか接続端子を元に戻してしまえば、PCIe なんかとして使えるらしいです。で、実際にこのケーブルをよく見てみると、IC チップどころかほとんどパーツがなくて、少なくとも見える範囲では電源用のソケットぐらいでしょうか。なので単純に延長してるだけっぽいです。で、このケーブルは中華製で3000円弱ぐらい。で、PCIe 3.0 の ×4 に対応したやつなんですが、結構しっかりしてる感じはあって、なんか悪くはなさそうです。で、ちなみにソケットの形が ×16 の長いやつもあったりしますが、ケーブルが細いやつは ×1 にしか対応してなかったり、で、そもそも M.2 の PCIe は ×4 が最大なので、いろいろと紛らわしいのでご注意ください。で、取り付けですが、マザーボードの裏の M.2 が空いてるので、こちらに普通の M.2 の SSD と同じように、ネジで固定して取り付けます。ちなみに M.2 スロットの取り付け取り外しの対応回数は60回とからしくて、思いのほか少ないみたいです。で、今回のテストでは、まずは 10GB の有線 LAN カードを装着。で、起動したところ問題なく認識されまして、ドライバーも勝手にインストールされました。で、こちらのカードも PCIe 3.0 の ×4 なんですが、ちゃんと速度が出るのかどうか、有線 LAN で NAS と接続して、で、クリスタルディスクマークで転送速度を計測してみました。で、マザーボード上のスロットに直接カードを取り付けた場合と、で、M.2 に変換ケーブル経由の場合との比較ですが、ネットワーク速度は結構誤差の幅が広いので、ほぼ誤差と見て良いかなと思います。で、このケーブルのソケット部分をよく見てみると、切り鍵があって、なんか長い端子のカードも取り付けられるようになってます。ので、こちらに先ほど登場したグラボの、GTX1660Ti を装着してみました。こちらも普通にドライバーが当たって、特に問題なく動作しました。で、パフォーマンスの方はどうなるのか、FF15 ベンチをやってみたところ、なんかやっぱりスコアは落ちちゃいまして、だいたい 5% ぐらい。ただ16倍から4倍と、帯域が4分の1になっちゃってる割には少ないなと。結構使えるんじゃないかなと思いました。で、このマザーボードですが、スペック上 M.2 は2つっていうことなんですが、実はもう一つ M.2 スロットがあるかもしれない。で、どこにあるかっていうと、Wi-Fi のところらしいです。なので別の Wi-Fi カードに変更できるのか試してみようかと思います。で、取り付けるカードは、フェンビっていうメーカーのもので、確かブロードコムの、コントローラーの Wi-Fi プラス Bluetooth のやつです。とある界隈ではよく使われるんですが、例の別の OS を無理やり使っちゃおうっていうあれなやつで、スペック的にはもともとついてるインテルのやつの方がいいみたいなんですが、その例の OS では使えないんですよね。で、今回は、とりあえず単純に Windows での動作確認までやってみようと思います。で、バラして取り付けなんですが、サーマルパッドがグズグズになっちゃったり、カードのアンテナのコネクタの接続、これがすごい細かすぎたり、結構大変でした。で、動作確認の方は、ドライバーはダウンロードしないとインストールされませんでしたが、その後は普通に認識して Wi-Fi 接続できました。OK。というわけで、今回はキュアモノパーツで、自作パソコンを拡張してみましたが、案外すんなり動作しまして、PCI 拡張スロットが1つしかないミニ ITX でも、さらに拡張カードをさせるので、グラボに加えて、ビデオキャプチャカードとか、10GB の LAN カードとかを装着できると。なので、小型の自作 PC でもいろいろと可能性が広がるんじゃないでしょうか。あと、実は作業中にマザーボードの LED の一つがポロッと取れちゃいました。ただ動作自体に問題はないので、しばらく放置します。今回は以上です。はい、ありがとうございました。どういうこと？